メイクする前というのは手で触ったりして油がついていたり剥離剤とかついてる可能性がありますので、こういうシンナーで顔をティッシュできれいに拭いてあげる。中性洗剤でヘッドを洗ってあげると油汚れが落ちるので、その状態でメイクをした方がいいと思います。油がついてるところで水が弾いてしまいますので、あまり綺麗に塗れないっていうか、私の場合どんどん塗っちゃうんですけど、あまり綺麗に塗れずに水弾いた状態になっちゃったりするので、シンナーで綺麗にしてあげた方がいいんじゃないかなと思うんです。パレットに適量の、私はワンプッシュぐらいを出して、そこにこの薄め液を2滴ぐらい垂らします。でそれを薄め液でどんどん混ぜていくと、混ぜていって、分量を伝えるのはちょっと難しいんですが、パレットの端で少しこう拭ってあげて、半透明ぐらいになる状態で、かなり薄い状態っていうのが描きやすい濃度かなと思ってます。この上まぶたとかにテストで描いてみます。このぐらいでも全然問題ないんですけど、もう少し濃い方が描いてる感じがするので、こんな感じで、絶対色を塗るところでテストをすると一番いいと思います。ここら辺なんかは絶対色を塗るところなんで、そうですね、こんな感じがいいですね。なぜこの濃度がいいかというと、筆の先で細い線をこう描いて、こんな感じで細い線を描いていった時に、この筆の中にたくさん塗料が含まれているので、水をこう補給しなくてもたくさんの線が描けるんですね。これはある動画に書いてあったんですけど、これは造形村のブラシの7番なんです。7番で一番穂先が長いものなんですけども、これはその塗料がたくさんこの筆の中に含めるので、補給なしでも線がたくさん描けます。でなぜ濃くしないかっていうと、これを濃くした場合、ちょっとここの濃い部分をわざと取ってやってみたいんですけども、濃い塗料で描くと初めのうちは綺麗に濃い線が描けるんですね。こんな感じでどんどん濃い線を描けるんですけども、だんだん乾きが早いので、だんだん綺麗な線が描けなくなってきます。これが濃い濃度でやるときと薄い濃度でやるときの決定的な違いです。なので薄い濃度で線をこんな感じで描いていきます。ちょっと今のこの傘で描いてみます。
で私は描く場合にこの小指をこういうどこかに当てて固定して描いてます。でたまにですねこういうところを描くとこういうふうにつるっとしちゃうところがあるので、そういった場合は手をもう一個の手でこう覆いかぶせるように持って、もっとホールドちょっとしやすいように、でこの指を引っ掛けるような感じで指に手を置くような感じで描いてます。これちょっとあまりやりづらいんですけど、こうすると、どういう持ち方でも結構ホールド力のある持ち方になるので安定するかなと。多分、ゴム手袋をして作業してる方っていうのはヘッドを汚さないっていう理由もあると思うんですけど、もう一つはグリップ力が上がるので、こういったところが多分滑らないようにするために、手袋してるんじゃないかなと考えられます。次は筆の違いというのを比べてみたいと思います。私は今主にこの造形村青の07番を使っているんですけども、一番最初に購入したのはこのタミヤモデルブラシ面相筆小というものでした。でもう一つ何に使ったのかは分かりませんが、細長10っていうのがあったので、どれぐらい細いか穂先をつけてからだんだん筆を近くして先が細く後が太い線を描いてるんですけども、このぐらいの細さになります。じゃあこの以前一番最初に使ったタミヤの筆だとどうなるかというと、ちょっとこっちで書いてみます。穂先が細くないのでかなり太めの線が描けます。初めの触りをかなり意識しないと、これ先端の細い線を描くのが難しいですね。これで眉毛を描くとするとこんな感じになると思います。もう少し頑張ります。こんな感じで先がやや太めの線になってしまいます。じゃあもう一つ面相筆のこの細長10というのをどれくらい細いのかっていうのはちょっと、これはやらなくても分かる感じですね。でもう一回このそもそも穂先が揃ってないんで、これはメイクとしては全然ダメですね。この先が全く、この2本しか比較はしてないんですけども、やはり先が細い
瞑想筆の方が細い線が描きやすいっていうことになると思うので、細い線が描きづらいという場合は造形村さんだったり、あと画材屋さんでこういう穂先がきちんと細いものっていうのを使われた方が、多分ストレスなく細い線が描けるんじゃないかなと思います。細い線を練習するときはこういうヘッドキャップを使ってまず練習した方がいいかなと思います。本当はヘッドに実際描いていった方がこの角度であったりとか持ち方とかですね、曲面とかいろんなパターンがバリエーションが出るので実際の練習になると思うんですけども、その前にもっと練習するって場合はこのヘッドキャップを使ってここになるべく細い線を描いていきます。この時意識するのはこの穂先だけで描く、筆でこう描くのではなく穂先で描く、穂先で描く。これを意識するだけで細い線が多分描けると思います。で、細い線が描けない場合というのはそもそも穂先が細くない筆を使っている可能性がある。これも一生懸命頑張ってるんですけど、頑張らないとここまで細い線が描けない。かなりこれきついんですね。で、波打って、だからこのやっぱり先の細い線っていうのをちょっと高いかもしれないんですが用意した方がいいんじゃないかな。最初は本番みたいな感じで気合を入れて細い線を描けるかっていうのを練習してます。こんな感じで描けたか描けなかったっていうのはこの時はあまり重要ではなく、いかに自分がこう細い線を描くにはどうするか、これっていうのもこの筆の持ち方、こうであったりこうであったりいろんな持ち方があったり、このホールドするのはこの薬指でホールドする人も見たことありますし、こういうような書き方をする方もいますし、私はこういう感じで書くんですけど、書き方によってもその書き方っていうのが力の入れ具合とか違うと思うので、この細い線を書いてそこから均等に太くする。最初だけこう綺麗で、あとはこんな感じでこうヘッドには申し訳ないんですけども練習台になってもらって、こんな感じでだんだんおかしなヘッドが出来上がってくる。でこの時こういう間でわざとこういう線と線の間を交差させないで細い線を描く。こういう時にも筆の動かし方とかが練習になるんじゃないかなって勝手に思ってるんですね。本当になるかどうかっていうのはちょっと分かんないんですけど、こういう感じで線と線がくっつかないようにとにかく細い線。でこの上まぶたを使ったらこの逆のまぶた、こっちでも線を描く練習を。持ち方とか角度が変わるのでかなり同じように
書くっていうのが難しいんですね。練習ヘッドがない場合はヘッドキャップを使って同じように眉毛っぽい線を練習して、まずこんなような細い線が、結構自信を持って描ける。これすぐ描けるようになるので、細い線さえ描ければ、あとは例えばどういったことができるかっていうと、この下まぶたにちょっと、この輪郭を描こうとすると、細い線をこういうようにちょこ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 って描いて、なんとなく線にできるんですね。これが細い線が描けないと、どうしてもこの太い線がビヨ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 こんな感じになって、あまり綺麗にじゃないんですけど、細い線さえ描ければ、太い線っていうのは線をこう広げていけばいいので、細い線でも太い線でも描けるんで、この細い線が描けるっていうのはいろいろ何かにつけて便利なんで、こういう目尻とかも細い線の集合で描くと意外と綺麗にできる。こんな感じです。ここにまつげをつけるとすると、これも細い線でしか描いてません。細い線さえ描ければ、この線を重ねてって重ねてって眉毛を太くするっていうのもできるので、自分が納得いくメイクが描けるか描けないかっていうのは、この線の太さにまずかかってくるんじゃないかなと私は思いました。私の最初はこの細い線が描けなかったので、どうしてもなんか納得いかないメイクばっかりだったんですけども、6個目か7個目ぐらいからこういう練習をして、だんだんこの綺麗ではないんですが、細い線を描けることによってこの細部が比較的綺麗に描けるようになったので、全体的なクオリティがよく見える。近くで見ると全然良くないんですけども、遠くで見るとパッと見綺麗に見えるというようなメイクができるようになってきたのは、一つ大きな進歩だったかなと思ってます。口なんかもあんまり練習する機会がないので、薄く細く、これも最初は細い線が描けないのですぐたらこ唇になっちゃったんですけど、今は比較的細い線が描けるので、なんとなくコントロールは、太さのコントロールっていうのはできるようになってきました。あとこの口角なんかも好みで、左右対称に描くのは難しいんですが、今実際ずれちゃってる。範囲が狭いので、描いてこんな感じで描いては消してっていう繰り返しをするといいんじゃないかなと思ってます。今日はこういうような感じで、どういうふうに練習すればいいのかっていう、もしわからない方がいらっしゃれば、こういう
動画があるので参考にしていただければと思います。非常にやるやらないで結構違うと思いますので、ちょっとヘッドはかなりとんでもない状態にはなりますけども、やはり線を描く練習をした方がいいと思うので、実際ヘッドに描いた方が練習にはなると思うんですね。で、紙でこれを描くとですね、感触が違ったり絵の具の浸透率とかが違うので感覚がやっぱ変わってきちゃうので、ソフビを使う人だったらソフビのヘッド、コーテックスを使うんでしたらコーテックスのヘッドを使って練習した方がいいと思います。いつも動画をご覧いただきまして誠にありがとうございました。また参考になるような動画を作っていきますのでよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。